こんちこもポテトでしてもデータも付き合っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、ファーディナントがヤンコレルに勝てる世界戦を見てみたいやっていきたいなと思います。ということでファーディナント来ましたよね。エアリアルポート196センチということで、今の現環境としてはかなりねいい形のね能力してるなというところなんですけども、じゃあこのファーディナントでヤンコレルに勝てるのかというところを含めてですね、今日はねちょっとねやってきましたんで、これ結構面白いんでぜひ見ていってください。検証方法ですね。検証方法は今回コーナーキックを使っていきます。同じシチュエーションのものを、作りたかったんで、これでやっていきたいなと思います。で、これちょっとややこしいんで、ちょっと説明していきます。まずオフェンス側の説明ですね。オフェンス側はヤンコレルを攻撃1に選択をしてニアにね来るようにしておきます。そしてチーム戦術としてねディフェンシブにしてですね、できるだけ味方が後ろに下がるように状態にしておきます。こうすることでね、ニアにいる選手がヤンコレルだけになります。そしてセットプレー戦術でですね、ラインゴールエリアを選択してニアにヤンコレルが来るようにしておきます。キックはパス入力のフラスルですね。フラスルをすることによってフワーンというパスになるということですね。これはねただのフライパスだとねちょっと難しいんですね。フラスルっていうのが結構重要で、こうすることでニアにヤンコレルに向かって高いボールが行くっていうことが分かってますので、これでやっていきます。そしてディフェンス側もちょっと実はちょっと工夫が必要で、セットプレー戦術をマンツーマンにします。そして選手指示でファーディナントをヤンコレルにマンマークをするように指示をしております。そしてキッカーが蹴る前にですね、このニアにいる選手は別のところにちょっと走らせておきます。ちょっとこのニアの選手がいるとねちょっとね邪魔になっちゃうので、別のところに走らせておきます。こうすることによってですね、毎回ヤンコレル対ファーディナント、こんな感じではいこんな感じですね。毎回ヤンコレル VS ファーディナントが実現できるんですね。こんな感じで。で、ボールもゆっくりの高いボールになるんで、純粋な空中戦というところで勝負ができるということで、これをですね、各50本ずつ見ていきたいなと思います。で、使っていく選手なんですけども、ヤンコレルは能力はジャンプ、フィジカルどっちも101にしておきます。もうマックスの状態です。このヤンコレルに勝てるのか、これを見ていきたいなと思います。そしてファーディナントに関してなんですけども、初期はですね、フィジカルジャンプ84に合わせておきます。そこから90、95、そして最後フルマックスの状態でそれぞれ50本ずつ見てですね、傾向どう違っていくのか、これを見ていきたいなと思います。判定をね3種類に分けて見ていきたいなと思います。1つ目はシュート。ヤンコレルが完全にもう自分がヘディングができた場合ですね、シュート性のヘディングができた場合、これはもうシュートとカウントします。そして引き分け、これはですね、ヤンコレル、ファーディナント、どっちも触ってるよねとか、ヤンコレルがヘディングシュートできたけどすぐファーディナントの頭に当たって変な方向行ったとか、逆にファーディナントがクリアしたけどヤンコレルの頭に当たって変な方向行ったみたいなね、これはもう引き分け。そしてディフェンス勝ち、ファーディナントが勝つ方っていうのは、もうヤンコレルに触らせない状態でヘディングがクリアできた場合ですね、これはディフェンスの勝ち。この3つですね。これでどう数字が変わっていくのか見ていきたいなと思います。さあ見ていきましょう。まずは最初は84ですね。ジャンプ、フィジカル84。ヤンコレルは101となっております。ちなみにキーパーはね、0GP で手に入るキーパーになってますので、そこまで強くはないかなというところになっていきます。今回は別に得点数とかでは見ていかないので、実際にヤンコレルがヘディングできるかできないかみたいなところで見ていくんですけどね。はい、そんな形になってきます。こう見ていてもですね、84の時は正直、ヤンコレルがもうほぼ勝ってるなっていう感じにはなったかなと思いますね。ちょっと勝ち目ないのかなみたいなね、そんな感じになってました。次ですね、次は90まで上げてきましたよというところです。だいたい20本か30本ぐらい皆さんにはちょっと見せれるかなとは思うんですけど、そんなところでね傾向だけ見えてくれればいいかなと思います。こんな感じどうだろうな。90の時も正直そんな変わんないのかなみたいな、なんか微妙に引き分けがちょっと多くなったかみたいな微妙なラインではありましたかね。なんか状況がファーディナント有利な状況でもちょっと勝ちきれてないという感じはありましたね。さあ次、こっからは95ですね。ジャンプとフィジカルが95になりました。こっからやりやるフォートもね発動すればほぼ能力は変わんないのかなとも思うんですけど、見ていくとです結構やってた時からですね、この辺からちょっとだいぶ様子が変わってきました。引き分け、そしてディフェンスが勝つというのもねちょっと出てきたんですよね。なんかちょっと検証の仕方間違えたかなって最初ちょっと疑うぐらいだいぶ別人な
感じにはなってたかなと思います。さあ最後ですね、マックスの状態です。ジャンプ102になってます。ファーディナントも102になってますね。なのでジャンプに関してだけはヤンコレルに一応ね数値上は勝ってるという形ですね。ただヤンコレルはね身長が102センチなんで、ジャンプで勝ってたところでね最高到達点はちょっと負けちゃってるのかなとは思うんですけどね。でもやっぱり95の時と同じ、95の時より引き分け多かったのかな。それぐらいの感じはしましたね。だんだんだからヤンコレルが点を決めれるというかことが少なくなっていったなって感じはしましたね。さすがにゼロにはなんなかったですけど、はい、そんなところでしたね。はい、というところで見ていただきました。いや結構ね面白かったですね。90から95がね全然別人みたいになってましたね。じゃあちょっとグラフ持ってきたんで見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、というところで上から84、90、95、102となっているんですけども、まずは84、90、ここ見ていきましょう。ここはね確かに最初に言った通りそんなに勝てないなーって感じはありましたね。やっててももうヤンコレルに今ちょっとなすすべないなーみたいなそんな感じになってました。でこっからですよね、90から95ですよ。これちょっと変わりすぎだよね。もちろんですね50本しか今回はやってなくて傾向を見るためにやってただけなんで、もしかしたらですよ90の方ももうちょっと本数を重ねていったらもうちょっといい成績になるのかもしれないんですけど、ここの差はねだいぶ出ましたね。少なくとも95以上のところ、ここに関してはほぼほぼ同じような数値でだいぶいい勝負してたかなと思いますね。これも数字だけで言うとジャンプ102の方が高くはなってるんですけど、これ本数で見るとそんな大きな差ではないというか50本中なんでこれ3本1本2本でしょ。なのでそこまで大きな差はないのかなとは思います。ほぼほぼ同じぐらいの結果になったのかなとは思いますかね。でこっからはちょっと予想みたいな話にもなってきちゃうんですけど、エアリアルフォートの数値化っていうのはちょっとまだ難しいなとは思ってるんですけど、モメンタムドリブルとかがプラス6とかで考えていくとエアリアルフォートもプラス5とかあっても別に何もおかしくはないですよね。そう考えると95に対してエアリアルフォートがつくことによってヤンコレルとほぼほぼ同じような数値カンスト状態になったので、これぐらいの 50% 五分五分の戦いになれたのかなみたいな感じもしますよね。逆に90の時はエアリアルフォートが発動したところで95とか90前半かもしれないんで、それなのでヤンコレルには身長でも負けてるしちょっと勝ち目なかったっていう可能性は全然ありえるなと思いましたね。というところです。こうなってくると90から95、ここをもうちょっと詳しく検証しても面白いかもしれないですね。あとは逆にヤンコレル側の能力を101、101でやりましたけど、これをちょっとずつ落としていってどこでこの 80% だった数値が 50% とかになるのかとかいうところを見ていったら、もしかしたらエアリアルフォートの数値化みたいなのも多少できるのかもしれないなとか思ったりしましたね。はい、というところです。ここだけ見ても結構面白くないですか。であとはちょっと数値だけ見ててもね追っててもしょうがないので、じゃあ実際見た目でも変わってんのかこれを見ていきたいなと思うんですけど、今回は結構ね難しくて同じようなシーンっていうのはなかなかなかったんですけど、分かりやすいところをですねちょっと持ってきました。まずはこのシーンですね。こっちがですね84、ファーディナントがジャンプ84のファーディナント、こっちがですね102ですね、フィジカル99ジャンプ102のファーディナントになっていきます。ほぼほぼ同じようなシーンにはなってるんですけど、これ見てもヤンコレルのこのジャンプ力どういうことって感じなんですよ。体曲げてるんでちょっと高く見えるのは見えると思うんですけど、どういうことって感じなんですけど、このファーディナントに注目していくとですね、この高さですね、首1個分ぐらい多分違うんじゃないかな。もうちょっとあるかもしれない。ボール 1.5 個分2個分ぐらいあるかもしれないですけど、だいぶ違いますよね。なのでそりゃ空中戦あれだけ数値差が出てもおかしくないなっていうか、むしろこっちはそりゃ勝ち目ないよねみたいな、ちょっとそんな感じはしますかね。あともう一個別のシーンですね。こっちは空中戦ジャンプ90のファーディナント、こっちがジャンプ102のファーディナントですね。で見ていくと、はい、ここもですねファーディナントのこの頭の高さを見てほしいんですけど、もうボールの高さというかね触れる高さにはなってますよね。こっちはね、こっちはボールにはちょっと触れなさそうな高さでジャンプしてるのかな。若干モーション違うんで全く同じ条件とは言い切れないですけど、それぐらいの差は出ているというところですね。なので90ではちょっとそもそも勝負になってないっていうね
感じは受けて取れるのかなと思います。こうやって、ね、分かりやすいところではこうなってはいるんですが、ちょっとこれも見てほしくて、このシーンなんですけど、こっち側がジャンプ84のファーディナント、こっちがジャンプ102のファーディナントなんですけど、ほぼほぼ同じようなシチュエーションなんですが、見ていくと、はい、わかりますかね。これ84のファーディナントと102のファーディナント、ほぼほぼ同じ高さなんですよね。落下点に走り込んでジャンプしてヘディングとかになるんで、数値がね、全部が全部反映されるわけじゃないんだというところをちょっとね、知っておいておくといいのかなと思いました。なので、ジャンプが100にあろうが、84しかなかろうが、シチュエーションとかによっては同じような競り合いになっちゃうこともあるんだよっていうのは知っておくと良いのかなと思いました。100にあるから確実にね、高さがっていうわけでもないんだな、みたいなね。これは普段のそのシュートとか決定力でも同じだとは思うんですよね。決定力99だから絶対シュート外さないかってそういうことではないしね。なのでそういったところがディフェンスの数値に関してもあるんだよというところは念頭に置いとくと良いのかなと思いました。ちょっと違いはね見えてきたかなと思いますので、今日は結論です。ファーディナントはジャンプ95にしておけばヤンコレル相手でも真っ向勝負は渡り合えるとします。はい、というところで見ていただきました。違いとかね、数値のとこ見てきた、傾向が見えてきたんでかなり良かったかなと思います。あくまでね、今回は用意ドンの状況での話にはなってくるんで、これが流れの中とかね、その時の状況によってだいぶ違ってきちゃうっていうのは当たり前なんですけど、ちゃんとね、念頭に置いといてください。せーのでジャンプした時の競り合いとして95ぐらいあればね、五分五分ぐらいにはできますよというところをね、知っておくと良いかなと思いますので、参考にしてみてください。どこまでね、ファーディナントに空中戦を求めるかとか、そういったところにもなってきたりしますけどね。何年か前にはやったことある気がするんですけど、カンナバーロとか、背が小さめセンターバックじゃ、ジャンプ99でもどうなのかとかね、この辺はまた要望があればね、またやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、というところですね。なので、この辺は参考にしてみてください。何かご意見ご感想ですね、この場合どうなのか、これやってほしいとかあればね、またコメントでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方でね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。